ヘローワールドって100万回言え。へへ、そんなの簡単だよ。4でループするだけだね。おっと、そのパソコンで4分を使うと爆発するぜ。爆発条件が特殊すぎない？あとは L や GoPro でも爆発するし、関数の再起呼び出しでも爆発する。爆発条件多くない？あと、コードの長さが1000バイトを超えても爆発するし、メインのソースコード以外のファイルを作っても爆発する。爆発条件は以上。注文の多い爆弾だね。解除条件は、もちろん100万回ヘローワールドと出力すること。さあ、解除してみろ。まあ、どうとでもなるよね。できるの？これ。いろいろな方法でできる。ガーン。というわけでいろいろな解放を紹介するぜ。実はこのネタはショート動画で一度やっていて、X で50件くらい回答が寄せられたので、まとめてみた。X って Twitter か。ところで、この問題って C 言語限定？基本的にはな。何でもありなら劇的に簡単になるぜ。縛りがなくてもこう書きそうだね。だが C++ あたりの面白い回答もあって、それも紹介する。これはただのサンプルだよね。じゃあ、そろそろ始めるか。答えを見る前に解きたかったら、ここで一時停止してほしい。まず、少し反省している。何を？少々縛りが弱すぎたこと。もう6つもあるけど？もういくつか禁止すべきものがあった。まだあるの？まず、C 言語縛りを回避して何でもありにする方法。そんなのあるの？例えばシステムっていう関数があって、任意のシェルコマンドを実行できる。Python とかも？もちろん。というわけで C 言語縛りは実は存在しなかったぜ。なんでこういうのを禁止しなかったの？こういう隙があった方が SNS で答えが集まりやすいから。後付けだろうけど、否定はできないかな。もう一つ似たような隙があって、Go 部分の禁止はロングジャンプとかの関数で簡単に迂回できる。穴だらけだね。まあルールの穴と言えそうなのはこの2箇所くらいだぜ。へえ。というわけで、ここからは、実はこんな関数があって、っていう感じではない解放を紹介する。あるの？まず、最も原始的と思われる解放から、じゃじゃん。はあ、10回ヘローワールドっていう関数を、10回呼ぶ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 んだね。ああ、しばらくは、これの変形と言えそうな解放を紹介していく。まず、マクロを使えばもっと短く書けるぜ。コンパイルが大変そう。私の環境では35秒かかった。だが、もっとコンパイルが大変な解放もあるぜ。なんじゃそりゃ。自分自身を100万回インクルードする。なんじゃこりゃー。このコードをコンパイルすると、まず最初の if で最後の else まで飛んで、とりあえずコードの外側の部分ができる。で、このファイルってのは何？このソースコードのファイル名に変換される。ってことは、メインの中にこのコード自体を突っ込むってこと？まあそう。だが今回は A をディファインしているから、今回は最初の if で else に飛ばずそのまま下に行く。if デフがいっぱいあるけど、どれにもかからないね。ディファイン B して、自分を10回インクルード。10回最初に戻るぜ。今回は if デフ B に引っかかって、C がディファインされるね。またディファイン B を通るが、何も起きない。で、また自分を10回インクルード。100回最初に戻るぜ。もうなんとなくわかるよ。あと4段階分身すると、最初の if デフ G に引っかかって、結局、ヘローワールドが100万個生まれるね。ディファインしたやつが役目を終えたらアンデフしないと壊れるが、命令の順番を工夫して巧妙に処理している。完全に理解したかったら一時停止してゆっくり追ってほしい。さて、実は今のギミックをもっと楽に実現する方法がある。そんなのあるの？インクルードレベルっていう組み込みマクロがある。はあ、さっきの苦労は何だったの？さっきの長編を見た後では簡潔明瞭なコードだな。インクルードレベルが6かどうかっていう if 文、かなり珍しそう。6以下ならともかく、ちょうど6かどうかで分岐するコードは他にないかもな。さて、たまには C 言語以外のコードも見てみるか。C++ とか？そうだな。C++ には文字列型があってプラスで連結できるから、とても楽。楽かな？そろそろこんなコードを見すぎて感覚が麻痺してきた。ところで C 言語でも文字列を倍々にするくらいできない？ C++ ほど手軽にはできないが、メムコピーあたりの関数を使えばまあまあ楽にできる。文字列を10倍するのは面倒だが、2倍は楽で、20回2倍すれば100万倍を超えるぜ。超えちゃダメじゃない？超えた最初の文字を塗る文字で上書きすれば問題ない。そしたらそこで終わったことになるのか。妙に便利だね。関数型言語も扱っておくか。ハスケル。10連打マクロみたいな感じ？
もう少し複雑だぜ。関数を受け取るとそれを5つ合成したものを返す関数をそれ自体に入れている。5が5つになるってこと？ああ、これだけで5の5乗回の繰り返しになる。全部でプート5が6つずつで、かけると100万だぜ。重ねると類乗になるのはちょっと強すぎで、手加減してるね。5を3つ重ねたりしたら実質無限ループだな。C 言語に戻るか。まだあるの？類乗形はあと2つ。まだ全然あるのか。今回はかなりの長編だぜ。じゃじゃん。なんじゃこりゃこのコードはこれまでのと一味違うぜ。マクロは字数を削減しているだけで、展開するとこうなる。ああ、そこまで複雑じゃないかな。箱が10個入った箱が10個入った箱が、みたいなのがあって、一番内側の100万個ある箱にヘローワールドが入ってるんだね。で、一番外側の箱のアドレスを文字型のポインタに入れるぜ。そんなことして動くの？構造体のメモリは連続しているから、中身が全部出力されるぜ。はあ、すごいね。じゃあ、これが最後の類乗形コードだぜ。じゃじゃん。なんじゃこりゃフォーク爆弾。フォーク？そう、そのフォークだぜ。そうなの？そのフォークの先端みたいに分裂する。ああ、食べ物とどんな関係があるのかと思ってた。フォークはコプロセス。まあ自分の分身を生む。で、分身の分身の分身の。ですぐ100万になるパターンだね。コードはちょっと複雑かもしれないが、100万をちょっと超える分を間引くために番号をつけている。類乗形のコードはこんなところだぜ。ちょっと休むか。いくつか特殊な回答を紹介する。休んでなくない？まず、純粋なシェルコマンドのみでクリアする方法がある。イエス。イエス？文字列を延々と繰り返すコマンドだぜ。無限に繰り返してしまうので、最初の100万行だけ受け取る。イエスっていう名前は何なの？本来の目的は、Y を連打して、イエスかノーか聞いてくるコマンドを黙らせることだぜ。なんか大げさなことしてない？まあ最近では、コマンドに全部イエスっていうオプションがあるはずで、本当にイエスっていうためにイエスを使うことはあまりないだろう。次は正統派特殊回答とでも言えるものだぜ。何それ？アセンブラ。機械語？この配列の中身は機械語だな。おそらくこんなコードを翻訳したものだぜ。動くのかな？一応 WSL ノーブンツで動かしてみたら、動いてしまった。へえ、すごいね。次はこれまでと全く違う回答だぜ。ユニティのデバッグログ。ユニティ？ゲームエンジン。ポケモン GO とかがこれで作られてるぜ。メジャーそうだね。これでマイフレームデバッグログを出力して100万フレーム待つ。100万フレームってどのくらい？ 60fps として4時間半。長い。ちなみに普通に100万回出力したらどのくらいかかる？一瞬、フレームで数えると2フレームとか。1フレームって長いんだね。ちなみに、関係ないがこの動画は 30fps だぜ。このコーナーの最後にとびきり変わった回答を紹介する。テック。テック？組版処理システム。なんとなくわかった。テックでやる方法にもいくつかあるらしく、さっきまで散々やった類乗形の方法もあるようだが、10億をローマ数字で書くと M が100万個並ぶことを利用して、とんでもない方法で100万行の PDF を作れるとのこと。この数字はページ数？ああ、1ページ53行で18868ページだとさ。2万ページの PDF なんて初めて見た。詳しくはこの方の記事を見てほしい。まさかあの動画にこんな本格的な記事が書かれるなんてね。休憩編は以上。休憩？本編に戻るぜ。本編？ C や C++ で、今度は類乗形じゃないものを見ていく。しばらくは C++ だぜ。まずはこれ。短い。コンストラクタ。何それ？オブジェクトが生成されるときに自動で行われる処理だぜ。それで、100万個オブジェクトを作ると。ってことか。これは、C++ ならでは。というより、C 言語だけできないって感じだな。本当に C++ ならではと言えそうなのが、これ。複雑そう。完璧に説明する余裕はないが、主要部分を見てみる。まず、メインで実行されているのは std コピーっていう関数で、指定した範囲内の要素を指定した場所にコピーする。この場所は標準出力？まあそうだな。で、コピー元の範囲がなんかすごそう。std イテレーターってのを継承して、現在の文字番号のカウンターを持ち、番号に応じてヘローワールドから適当な文字を取り出している。まあ、なんとなくわかったかな。次が最後の C++ の解放だぜ。じゃじゃん。なんじゃこりゃ繰り返しを担当するのは std フィルっていう関数だぜ。範囲を同じので埋めるだけ？ああ、これ自体は単純。さて、ヘローワールドを1回出力する関数を定義して、その関数のアドレスを、
絶対関節アドレスにある関数を呼ぶオペコードに組み込む。とにかくヘローワールドって出力する機械を作って、それを100万個コピーしたってこと？あとはこのメモリ領域に実行可能属性を付与して実行するぜ。はあ、すごいね。詳しくはこの方の一連のポストを見てほしい。C 言語に戻るぜ。まだあるの？あと3つ。まずはこれ。多分、自分自身を読んでるよね。execl は平たく言えばファイルを実行する関数だぜ。なんかデジャブを感じるけど気のせい？いや、最初に見たシステムは内部でこれを使っている。コマンドを実行するコマンドだね。これは別扱い？まあ呼び出すのが別のコマンドじゃなくて自分自身なので。脱法再起って感じかな。これが100万回で止まるためのカウンターだね。で、ファイル名が2個あるのは何？ 1つ目はパス名、2つ目が最初の実行時引数。こういう再起もどきは別の方法でもできるぜ。なんとなくわかるけど、切る？プロセスにシグナルを送る。シグナル？何かイベントが起きたのを伝える仕組みだぜ。まあ、今回は何も起きてないが、信号を受け取ったらこの処理をやれ、って言っておいて、あろうことかその中で信号を送らせれば、無限に続く。狼少年の山彦って感じかな。最後に、とっておきのイリーガルなコードを見せるぜ。じゃじゃん。なんじゃこりゃー。これ、自分を呼んでる素振りがなくない？スタックフレームをいじって、リターンメインするとまたメイン関数が呼ばれるようにしている。これはコンパイラの拡張機能で、現在の関数のフレームアドレス、この関数の後どこへ戻るかとかの情報がある場所を返す。で、それをいじっちゃうのか。関数の戻り値は当然メモリ上のどこかに置かれるが、その場所を戻りアドレス置き場にもしちゃったようだぜ。これって実は効率的に再起する方法だったりする？忘れろ。私からは以上だが、何か別の方法を思いついたりしたか？シグナルってあったよね？チャンネル登録一人ごとに1個出力するってのはどう？ 100 万はきついな。ご視聴ありがとうございました。